こんにちは、はしかんです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。2024年10月に発売開始となりましたファーウェイウォッチ GT5 をご紹介します。実は先日ファーウェイの新作発表会に、参加させていただきまして、発表を聞かせてもらったり、いろいろ製品の方を見てきたり触ったりしてきました。実際にGT5 をしばらく使っているんですけれども、結論から言うとめちゃくちゃ満足してます。この値段でこのクオリティってやっぱすごいなという感じです。GT5 シリーズには GT5 Pro とプロがつかない GT5 があるのですが、この動画でレビューするのはプロがつかないGT5 の方になります。後ほど GT5 Pro と GT5 の違いも少しご紹介したいと思いますが、 GT5 と一言で言ってもかなりのバリエーションがあります。そのあたりの違いからデザインや質感、それからかっこいいウォッチフェイスの紹介、そして操作感やしばらく使ってみた感想などをお届けしたいなというふうに思います。このチャンネルではインテリアガジェット好きな40代会社員兼クリエイターの僕がこれいいなと思った製品をご紹介しているチャンネルになりますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまず5シリーズの概要から見ていきましょう。それではファーウェイウォッチ GT シリーズについて解説していきたいと思います。まずご覧の通り5つのシリーズに分かれています。左からウォッチアルティメットシリーズ、ウォッチシリーズ、ウォッチ GT シリーズ、ウォッチフィットシリーズ、ヘルスウォッチという形で分かれています。で、今回見ていくのがこの真ん中のウォッチ GT シリーズになります。ウォッチ GT シリーズにも大きく分けて2つ種類があります。GT5 Pro とGT5 プロがついてないモデルの2つに分かれています。で、まずGT5 Pro なんですけれども、サイズが2種類、そして色が合計4種類あります。46mm の方は2色です。ブラックとチタニウムですね。でご覧の通りベルトが違います。ブラックだとフルオロエラストマー、チタンだとベルトもチタン製のものになってます。で、そしてお値段も違います。チタンだと6万5千円ぐらい。そしてブラックだと約4万8千円ということで、素材と色によって値段も違うという形になっています。で42mm にするとこんな感じでデザインがかなり女性っぽい感じのデザインになります。非常にエレガントな感じですよね。色がセラミックとホワイトになってまして、こちらも色によってベルトが違います。約8万7千円ですね、セラミックの方は。そしてホワイトの方はフルオロエラストマーということで約6万5千円という形になっています。続いてプロがついてない GT5 の方を見ていきましょう。こちらも同じくサイズが2種類、そして色は合計5色という風になっています。46mm の方は合計3色です。ブラックだとフルオロエラストマーでこのお値段。そしてブルーだとコンポジットウーブンということで、ベルトがこんな感じのブルーの色になります。ベゼルもシルバーに変わってますよね。そしてお値段も3万6千円ぐらいということになります。ブラウンの方はベルトがレザーになりまして、お値段が約3万6千円という形になってますので、サイズ、色によってベルトとお値段が変わりますので、この辺ちょっと注意して好みのモデルを選んでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、41mm の方を見ていきましょう。こちらは2色です。ホワイトだとレザー、そしてこのお値段。ブルーだとベルトがフルオロエラストマーでこのお値段ということになります。かなりたくさんのバリエーションがありますので、自分の好みに応じて好きなモデルを選べるというところは非常にGT5 シリーズの特徴なんじゃないかなというふうに思います。はい。そして主な機能を見ていきたいと思うんですけれども、このファーウェイウォッチ GT5 シリーズの大きな特徴の一つがこのゴルフナビ機能になります。で、私自身はゴルフをやらないんですけれども、ここもちょっと注意点が1個ありましたので後で解説したいと思います。そして高度なランニング機能ということで、ワークアウト機能はとても充実しているなというふうに感じました。そしてこの辺の基本機能の血中酸素だったり、心拍だったり、ストレスモニタリングだったり、睡眠のモニタリングみたいなところももちろん対応しています。でバッテリーもかなり持ちます。カタログスペックだと 46mm で約14日間持つと、41mm だと約7日間持ちます。非常にバッテリー持ちいいですね。アプリはiOS と Android 両方に対応しています。で、ゴルフナビ機能なんですけれども、ここ1個注意点があります。で、何かというと、モデルによって使える機能が違います。GT5 だとこの辺の機能がちょっと使えないっていう形になっています。で、GT5 Pro でこ
箱のハザード前傾と距離、そしてグリーンの傾斜、グリーンの方向っていう機能がね、使えるようになっています。アルティメットになるとね、全部使えます。このね、GT5 Pro に加えて、ここら辺の機能ですね。傾斜補正、それからショット飛距離、スイングの提案というところがね、追加をされて、フル機能が使えるということになっています。なので、ここのね、ゴルフナビ機能をね、重視したい方っていうのは、モデルによって使える機能だったり使えない機能っていうのがあるので、ちょっと注意点になりますので、ゴルフ機能を重視される方は、ご注意ください。で、この辺をね、ちょっと後で見ていきたいと思います。ファーウェイさんの新作発表会にね、参加をさせていただきまして、実際のね、製品アンバサダーの神野大地選手もいらっしゃってまして、箱根駅伝でもね、かなり有名になりましたし、実際に走っている姿をね、応援に行ったこともあるんですけれども、実際にね、お会いして、ツーショットのね、写真を撮らせてもらったりとか、いい記念になりました。続いて、スペック比較をね、見ていきたいと思います。まずですね、GT5 と GT5 Pro で何が違うのか見ていきたいと思います。まずですね、材質がちょっと違います。フロントケース、こちらはね、金属製のベゼルでステンレススティールっていう風になっています。で、5 Pro の方はチタニウムになっています。で、リアケースが高分子複合素材っていうところと、あとね、セラミックっていう形でね、違います。で、ガラスもね、違います。プロだとね、サファイアガラスが採用されているんですけれども、GT5 の方はね、記載がありません。普通のガラスになっています。なのでね、傷のつきやすさっていう面でもね、若干違いがあります。で、サイズはね、若干違うんですけれども、ほぼほぼ同じぐらいのサイズ感かなと思います。で、重量は GT5 の方が 48g、GT5 Pro の方は約 53g ということで、若干 GT5 Pro の方が重いということになっています。ディスプレイはね、同じですね。1.43 インチの AMOLED ということになっています。両方同じですね。防水機能もね、カタログスペック上では同じというふうになっていますね。かなりね、高めの防水性能になってます。はい。で、ゴルフコースモードもついてるんですけれども、それぞれね、先ほど解説したようにですね、使える機能に若干の差がありますので、ここはね、注意点になります。で、ダイビング機能、防水性能はスペック上は同じなんですけれども、使える機能があったり、使えない機能があったりします。GT5 Pro の方はね、40メートルフリーダイビングまで可能です。で、ちなみにアルティメットだとね、100メートルまでね、いけます。あと、この辺の機能はね、そんなに差がないかなというふうに思います。はい、プロとね、GT5 の違いはね、こんな感じになっています。はい、カタログスペック見ていきたいと思います。ここではね、46mm の方を主に見ていきたいというふうに思います。サイズはね、ご覧の通りです。実際に腕につけるとこのようなサイズ感になります。僕はね、比較的腕は細い方なんですけれども、そんなに違和感ない装着感かなというふうに思います。対応している手首のサイズは 140mm から 210mm まで。重量はベルトを含まず約 48g。はい、ベルト込みだと 77g、78g ぐらいですね。ディスプレイは AMOLED ですね。1.43 インチの有機 EL のディスプレイがついています。解像度は 466×466 ピクセル。PPI は326という細かさになっています。材質はね、ステンレススチール製と。ベルトはね、ブラックでフルオロエラストマーのベルトになっています。幅は 22mm ということで、汎用性はあります。内蔵されているセンサーはご覧の通りです。ボタンはね、2つです。ホームボタン、回転クラウンとサイドボタンの2つになっています。充電端子はね、ワイヤレス充電になっています。アプリはね、対応している OS は Android 8以降、iOS13 以降ということで、両方使えるということになっています。防水性能は 5ATM、そして IP69Kということで、かなりね、高い防水性能を持っています。当然プールでも使えます。ただね、温水シャワーだったり、温泉だったり、サウナだったりっていう、高温多湿のところでは使用を控えてねという風になっています。はい。通信規格はね、NFC、Bluetooth 5.2、そして GPS はね、5つのバンドに対応しているということになっています。動作環境充電に関してはご覧の通りです。そしてバッテリー持続時間ですね。通常使用で約14日間、ヘビーユースで約9日間持つということになっています。実際に使ったんですけれども、かなりね、やっぱ持ちはいいですね。どんなに激しく使っても最低1週間は充電しなくても全然大丈夫です。はい。あとね、マイク、スピーカーにも対応しています。付属品は充電のクレードルとクイックスタートガイドということになります。はい。スペックに関しては以上になります。は
はい、続いて内容物をね見ていきたいと思います。でまずこちらのウォッチ本体ですね。そして充電ケーブルがついています。充電器はね非接触型になっていまして、このようにねマグネットでくっつくような感じになっています。はい。そんなに力は強くないんですけれども、これで充電ができます。で、さらにですね、これ、充電器じゃなくても、普通のね、ワイヤレス充電の規格にも対応していますので、お手持ちのワイヤレス充電、C の規格のものがあれば、その上に乗せるっていうことでも充電ができてしまいます。これはね、結構嬉しいポイントですよね。あとはね、クイックスタートガイドということになっています。はい。続いて、デザインとね、外観を見ていきたいと思います。はい、デザインがねこんな感じになってます。ケースはねステンレススチール製になります。高級腕時計と同じステンレススチール製になってますので、かなりね高級感は高いです。側面はねこんな感じでヘアライン加工されている感じなんですけども、この八角形のダイヤルの部分、ここもねヘアライン加工ですね。ベゼルと側面の間の部分だけポリッシュされているツヤがある仕上がりになってますので、ここはね光が反射してとても高級感があります。で、裏側ですね。裏側は樹脂っぽい感じになってます。ちょっとねツヤはあるんでかなりね高級感はあるんですけれども、このような質感になってます。はい、でこっち側にはボタンがついてます。そうですね。ボタンのところに Fairway Watch GT という刻印がありますよね。そして下側にボタンが1つあるというデザインになっています。ブラックはですね、こんな感じで、ベルトの素材はフルオロエラストマーになってます。とてもね、サラサラした手触りです。で、GT5 からですね、ここのベルトのね、質感がね、とても高くなってます。クイックリリース機能がね、ボタン式になってます。取り外すときはですね、ここのボタンを押すと、こんな感じでね、簡単に取り外せます。で、セットするときは、こっち側セットして、ボタンを押すとね、こんな感じで引っ込むようになってますので、押しながら、セットすると。はい。これでセットできました。とてもね、簡単にベルトの交換ができるようになっています。あとね、ここの金属部分もね、とても質感が高いですね。3万円ちょっとで買えるスマートウォッチなんですけども、質感はね、すごく高いなという印象です。はい。かなりかっこいいですよね。はい。で、ガラスの素材なんですけれども、GT5 はですね、普通のガラスになっています。GT5 Pro はサファイアガラスということでね、傷がつきにくい素材になってるんですけども、ここが若干違うので要注意ですね。今ね、2週間ぐらい使ってはいるんですけども、その間では特にね、傷がついたりっていうことはありませんでした。はい。外観はね、以上になります。はい、それではですね、続いてウォッチフェイス、とてもね気になるんじゃないかなと思いますので、個人的にこれかっこいいなと思ったウォッチフェイスがいくつかありましたので、そちらをね紹介していきたいというふうに思います。ウォッチフェイスを変えるときはね、長押しをするとこんな感じで、設定が変えれるような画面になります。左側にね標準で入っているウォッチフェイスが並んでます。こんな感じのウォッチフェイスだったり、それからギャラリーだったり、結構種類があります。自分のね好きな写真を表示させるものだったり、あとはねアクティビティを簡単にね見れるものだったり、はい、それからねブルーの標準の文字盤だったり、ブラウンの標準の文字盤だったり、それからサイズ違いのねベゼル、サイズ違いのね 41mm の方のものだったりが入ってますと。でですね、僕がね標準の中で一番かっこいいなと思ったのはやっぱこれかな。はい、アクティビティの画面、これが一番かっこいいかなというふうに思いました。ステンレス製のねケースとも非常にマッチしているかなというふうに思います。結構ねスポーティーな印象ですよね。でね、これアプリから追加することができます。で、いくつかね、これかっこいいなと思ったのをご紹介したいと思うんですけども、最初がですね、これです。JWD80 っていうウォッチフェイスです。これね、フォントがとっても細くてシンプルでかっこいいなと思いました。こんな感じで上のところにね、歩数が出ていて、下のところにバッテリー残量が表示されます。で、あとは時刻が表示されて、で、日付と曜日が出ていると。これめちゃめちゃシンプルです。常時表示させるとこんな感じのものになります。で、これですね、ウォッチフェイスによって常時表示の時のウォッチフェイスがあるものとないものがありまして、これがね、常時表示の標準の文字盤になります。はい、続いてこれです。ドリーミング80。これはね、ドット絵っぽい感じで、これもかっこいいかなと思ってダウンロードしてみました。続いてこれです。かなりシンプルなアナログの文字盤ですね。シンプルなデザインが好きなので、これも同様にですね、常時表示の文字盤がないので、標準のやつが表示されます。で、続いてこれです。スペース。これもね、
とてもシンプルです。アナログとデジタルが融合したような文字盤ですね。はい、でこれはですね、常時表示も内蔵している文字盤になるので、こんな感じのシンプルな常時表示になります。操作感見ていきたいと思います。まず上のボタンを押すとアプリの一覧が出てきます。操作感はね、非常に軽快です。遅延なくね、結構サクサク動きます。はい。で、あとね、リューズをね、回すとアプリの詳細が見れたりします。こんな感じでね、ちゃんと説明が出てくるので分かりやすいかなと思います。すごく気持ちよく動きますね。リューズを回しているときに感覚フィードバックがあります。コツコツとした感覚のフィードバックがあります。で、下のボタンなんですけれども、ここを押すとワークアウトの一覧が出てきます。で、僕は一番使うのはこの屋外ランニングなんですけども、ワークアウトがね、たくさん入ってます。プールの水泳だったりゴルフ、すごく豊富なワークアウトが入ってますね。では続いてね、この待ち受け画面からのね、操作をご紹介したいと思います。まず左からね、右にスワイプすると、このようにね、天気が表示されます。で、タップすると詳細が見れると。基本のね、構成がこのようになってます。項目をね、タップすると、深掘りしていけるっていう、ドリルダウンできるっていう構成は、どのメニューもね、同じです。こんな感じでね、月の満ち欠けだったりも見れると。あと潮の満ち引きも見れるっていう形になっています。で、戻るときはですね、左から右にスワイプすると戻るという操作になります。で、あとはね、音楽の再生停止もここでできます。続いて右から左にスワイプすると今日の運動状況の詳細が見れる画面になります。で、タップするとね、もっと詳細を見ていくことができます。ムーブ、エクササイズ、スタンドと。で、さらに歩数、提案だったりですね、ワークアウトの記録だったりっていうのが出ると。はい、たくさんのね、項目が見れるようになっています。で、さらにね、右の方に行くと、ストレス状態ですね、これは。はい、情緒が見れたり。そうですね。で、これタップすると、今快適ですよ、みたいなものが見れたりします。これストレスの数値化されたものですね。で、さらに右に行くと、このようにですね、心拍だったり体温が見れます。それから睡眠のスコアだったり、血中酸素濃度みたいなものが見れると。で、それぞれのね、項目をタップすると、このようにですね、深掘りして、今までのね、ログとかを確認することができます。睡眠のスコア、結構寝てますね。あと、ストレスのスコアだったりが見ることができます。あとね、体温も測定することができます。で、あとね、予定を見たりとか、あとはね、ここからアクティビティを開始するっていうこともできます。で、あとね、月の満ち欠けを見ることができると。右側は以上ですね。で、今度はですね、上から下にスワイプしてみましょう。そうすると、このようにね、クイックメニューが表示されます。で、ここからは設定が見れたりとか、あとはね、画面のロックだったり、水分を排出したり、スマホを探したり、アラーム、そして画面の点灯とか、通知をね、制限したりとか、あと懐中電灯みたいな機能があります。あとね、バッテリーの残量もここで確認することができます。設定ではね、このようにある程度の設定ができるようになってます。はい、Bluetooth だったり、それから文字盤の設定、カードの管理、でディスプレイのね、設定変更も可能です。それからバイブレーションだったり通知だったりオフラインマップみたいな機能もあります。たくさんのメニューがありまして設定の変更を行うことができます。よく使うのはね、この辺ですね。通知を止めたい時とか、僕は仕事中はね通知を止めたいなと思うので止めていたりとかをします。はい、続いてね、下から上ですね。そうするとね、通知の履歴を見ることができます。スマホからのね、通知を見逃したくない方は、ここでね、すべてチェックできると。続いて、アクティビティのね、操作を見ていきたいと思います。下側のボタンを押すと、ワークアウトの画面が出てきます。で、ランニングの時はね、このランニングをタップしますと。ボタンのね、左側を押すと、スタンバイ状態になるんですけれども、この点々のところですね。ここをタップするとワークアウトのね設定に入ります。で、ここでね目標の距離数を決めたりとか、あとは時間の目標にしたりとかもできます。30分走るよとか、はい、あとはねカロリーだったりもこれも目標にできたりします。それとかですね、あとは通知をどうするかとかですね、1キロごとに通知をするかとか、心拍のゾーンで通知をするかといった設定もできます。あとね、誤操作の防止だったりとか、自動でね、ロックをするということもできますし、自動一時停止をすることもできます。信号待ちでね、止まるときにね、タイム計測を止めたいときとかは、これね、オンにしとくと便利かなと思います。あとはね、インターバルのトレーニングだったりとか、プログラムを組むことができますので、ガチのね、練習をしたいというときもかなり使えますね。結構ね、たくさんの設定がありますので、アクティビティをね、楽しみたい人にはね、すごく充実
実した機能が提供されています。実際にですね、ランニングでも使ってみたんですけれども、必要にしてね、十分な機能がね、入っているかなというふうに思いました。アクティビティのスタートストップなんですけれども、スタートはね、タッチで行います。で、ストップするときはね、物理ボタンで操作することができます。このね、リューズのボタン、ここを一回押し込むと、このようなね、一時停止中という状態になります。ここで停止ボタンを押すと、これでね、ワークアウト終了という形になります。マラソン大会とかでゴールしたときに、すぐね、正確にタイムを測りたいっていうときも、物理ボタンで止めるということができますので、ランニングをね、される方はね、この辺嬉しいポイントなんじゃないかなというふうに思います。はい、それではね、続いてアプリを見ていきたいと思います。はい、アプリを開くと、トップ画面がですね、このヘルスケアの画面になっています。で、下の方にね、メニューがあって、ヘルスケア、運動、発見、デバイス、で自分っていう形で大きなね、メニューが5つあります。ヘルスケアのところで概要が確認できるようになっています。で、1週間分のね、履歴、それから今日のね、歩数、距離、ステアクライミング、こういったね、記録が見ることができます。平均と比べてどうなのかとか、そういったですね、比較もできるようになっています。運動の記録、ワークアウトのね、記録だったり、あとね、心拍数の履歴だったり、睡眠のね、履歴だったり、というのもね、見ることができます。体重管理とか、この辺はね、多分、体重計とかとリンクしているとね、ちゃんとね、履歴が出てくるんじゃないかなと思います。で、血中酸素の履歴、そして血圧。これはね、ちょっと他のアプリから取ってきている数値なんですけども、こういった形で他のアプリと連携をして表示させるということもできます。そして皮膚音ですね。で、運動のところはですね、ここで屋外ランニングだったり、屋内ランニングだったり、ウォーキング、で、屋外サイクリング。で、ゴルフ。ゴルフはね、ここです。ここでコースマップのダウンロードとかができるようになっています。はい、コースマップはね、こんな感じで、GPS でね、近場のゴルフ場を探したり、あとはね、都道府県別に探したりということができるようになっています。で、ここでね、ダウンロードしたコースマップのデータの管理ができるようになっています。発見のところはね、ファーウェイデバイスのね、新製品のニュースだったりとか、いろいろね、情報が見れるというところです。で、デバイスのところはね、所有しているデバイスの一覧を見たり、アプリとのね、接続を管理したりということがここでできるようになっています。はい。で、デバイスをね、タップすると、ここで、バッテリーのね、残量のチェックであったりとか、文字盤の管理、そして各種設定ですね。そういったことができるようになっています。で、自分のところはね、こういったね、ファーウェイアカウントの管理であったりとか、あとはね、健康データということで、達成記録の確認であったりとか、あとは計画だったりとか、プロフィール、そして、設定変更というところができるようになっています。で、アクティビティのログなんかをね、この辺のヘルスケアのところで見ることができます。で、試しにね、ちょっと5キロほど近所のね、公園を走ってみたログをちょっと見てみたいと思います。はい、このようにね、スタート地点からゴールまでの軌跡を見ることができます。それからね、1キロごとのペース、あとは区間ごとのね、細かい履歴であったりとか、であとチャートのところでね、心拍数の変化、そしてペースの変化、で、ケイデンス。ケイデンスっていうのは自転車でね、使われる用語ですけれども、1分間にね、何回歩数を刻むかといった意味で使われますね、ケイデンス。あとは海抜ですね、高度。で、設置時間。こういったね、ランニングのね、フォームの改善に使えそうな指標なんかを取ることができます。垂直振動、バランス。結構ね、細かいデータいろいろ見れますよね。あとはですね、パフォーマンスということで、有酸素トレーニングストレスとか、無酸素トレーニングストレス、で、VO2max とかですね。こういった自分のパフォーマンスを定量化したね、データなんかも見ることができます。ランニングフォームのね、状態も数値だけじゃなくてね、良いか悪いか、対象であるかとか、はい、垂直振動、正常なのかどうかとか、こういったところもね、ちゃんと判定してくれるという機能もあります。これ面白いですよね、結構。3万円ちょっとで買えるスマートウォッチとしてはね、非常にね、充実したログが取れるなという印象ですね。あとね、睡眠の状態もね、見れるのは結構嬉しいですよね。1日ごとの睡眠の状態だったり、週ごとのね、睡眠の状態、時間だったりっていうのも見ることができます。ちょっとね、つけたりつけなかったりしてるんで、ちょっと歯抜けになってるんですけれども、こんな感じで、平均私は6時間半ぐらいは睡眠とってるみたいですね。あとね、よく使う機能としてはね、
この文字盤かなと思います。結構ね、ウォッチフェイスによってスマートウォッチのね、見た目が変わるので、個人的にはね、ウォッチフェイスとても重要なんじゃないかなと思ってるんですけれども、ここでいろんな文字盤をダウンロードしてインストールして使うということができます。新しい順でね、文字盤を探したり、あと人気順で探したりということもできます。人気順だとやっぱりかっこいいというか使えそうな文字盤が結構たくさんあるんじゃないかなというふうに思います。個人的にはね、あんまりごちゃごちゃしたデザイン好きじゃないんですけれども、ここでなるべくシンプルな文字盤を探してインストールして使うという使い方をしています。有料のものもあります。こういうのとか結構シンプルでかっこいいですよね。これかっこいい。フリーファンクション。これは日本円で60円かな？いいですね。これかっこいいですね。はい。といった形でですね、探して使っていくと。これもかっこいいな。結構かっこいいのたくさんありますよね。これはなんだろう。ちょっとごちゃごちゃっとしてはいますけれども、モノトーンでね、結構かっこいいんじゃないかなと思います。ということでね、結構探していくといろんなかっこいい文字盤がたくさん、こういうの好きですね、僕。見た目が全然変わりますよね、ウォッチフェイスで。なんかいいな。こうして改めて見るとかっこいい文字盤たくさんありますよね。これもかっこいい。文字盤探し出すとね、時間があっという間に過ぎてしまうんですけれども、こんな感じでね、好みのね、文字盤を探してみてはいかがでしょうか。はい、アプリに関してはね、以上になります。で、続いてね、ゴルフ機能をね、ちょっとだけ見ていきたいなと思うんですけれども、アクティビティからね、探してタップして起動します。で、コースモード、ドライビングレンジっていうのがあるんですけども、コースモードで、あらかじめですね、アプリでコースマップをね、ダウンロードしておく必要がありますが、ダウンロード済みのマップがあれば、ここで選ぶと。で、これでね、次へ次へとやっていくと、これでね、マップが出てきますと。で、今ね、実際のコースにはいないので、距離とかのね、計測はできないんですけれども、タップをすると距離とかが測れるという風になっています。グリーンの状態を見たり、あと風向きを見たりね、することができますと。あとコンパスの機能もありますのでね、こんな感じで風速とか風向きも見れると。で、ゴルフ中の心拍数だったりね、経過時間だったり、歩数もね、計測できるみたいです。はい。こんな感じで狙ったところまでの距離がね、測れるみたいです。ここで拡大、縮小して見れるみたいですね。ゴルフやってる方にはね、面白い機能なんじゃないかなと思います。で、スコアを入れていくと。ちょっとね、あんまり個人的にゴルフをやったことがないので、使い方なんかはね、ちょっとよくわかってないんですけれども、知識のある方が見るとね、なるほど、こんな感じかっていうのがね、少しでも掴んでいただけると嬉しいんですが、いかがでしょうか。これがね、ゴルフ機能になります。はい、終わるときはこれで終了と。で、スコアだったり、テクニカル統計っていうのが終わった後に見れるという感じですね。でですね、もうね、2週間ぐらい使っているんですけれども、僕がね、2週間使って良かったなと感じたメリットのポイントだったり、ここ欲しいなと思った点をいくつかね、ご紹介したいと思います。まずメリットなんですけれども、3つありまして、1つ目がですね、これね、3万円台で買えるリーズナブルなスマートウォッチなんですけれども、その割にはですね、非常にね、高いビルドクオリティと高性能を実現しているなという風な印象が1つ目のポイントです。3万3000円ぐらいで買えるんですけれども、めちゃくちゃかっこいいですし、品質もね、非常に高いなと思っています。個人的にはね、もう一個、ファーウェイウォッチ GT ランナーというスマートウォッチも使っているんですけれども、これもね、非常にリーズナブルでね、とても製品としてすごく品質のね、高い製品だなと思ってたんですけども、やっぱりね、ファーウェイのスマートウォッチ非常にね、いいですよね。ちゃんとね、高級感もありますし、安っぽいところもね、あんまり感じないというか全く感じないので、この辺のね、ビルトの作りだったりとか、めちゃくちゃ品質高いんですよね。安くて高品質っていうのは、とてもね、ポイント高いかなというふうに思っています。で、二つ目のポイントなんですけれども、バリエーションが豊富というところです。ベゼルのサイズや色によってね、かなりね、デザインが変わっていたりとか、ベルトのね、種類も変わっています。なので、いろんな人の好みに応じて、いろんなね、選択肢から選択できるっていうのはね、他のスマートウォッチにはあまりないポイントなのかなというふうに思いました。Apple Watch なんかもステンレスだったり、チタンだったり、サイズだったり、あとね、ベルトの種類もね、たくさん豊富
だと思うんですけれども、たくさんのね、種類から選べるというのはね、本当に嬉しいポイントの一つですよね。はい。で、3つ目は、ゴルフ機能が進化されているというところは、一つね、メリットなんじゃないかなというふうに思います。あんまりスマートウォッチでゴルフ機能をここまで推してる製品は、中にはあるんだと思うんですけど、そんなに最近見た記憶がないかなと思ってまして、それは僕がゴルフをしないからっていうのもあるかもしれないんですけれども、ゴルフをよくやられる方に関しては、嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。デメリットそんなにないんですけれども、使っていてね、ちょっと気になったポイントっていうのが一つありました。それはね、ランニングをするんですけれども、一時停止機能がね、すごく感度がね、高すぎて、ちょっと歩いただけですぐね、止まってしまうっていう事象が一度だけ発生しました。普通にジョギングぐらいのね、スピードで走ってたら止まらないんですけれども、製品のね、レビューをするために、計測をね、継続しながら、歩きながら撮影したかったんですけども、歩いていると止まってしまうということが一回だけあったので、それぐらいかなという感じですね。あんまりデメリットっていうのがないなという印象です。デメリットに関してはね、以上になります。はい、いかがだったでしょうか。この動画ではですね、ファーウェイWatch GT5 をご紹介しました。3万円台前半というですね、価格ながら、とてもね、高いビルドクオリティ、そして性能を備えたスマートウォッチになります。ブラックはね、ビジネスシーンでもバッチリね、スーツにも合いますし、デザインもね、とてもかっこいいデザインになっています。ケースもね、ステンレスなので、ツヤもね、あって、高級感もとてもあるなという感じの印象です。これからね、スマートウォッチを探す方の参考にね、少しでもなれば幸いです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。